1997年、上場したばかりのアマゾンは株主へ一つの方針を示しました。投資判断では短期的な利益や株価の反応より長期の市場リーダーシップを重視する。成功後の美談ではありません。まだ事業モデルの可能性も生き残れるかどうかも確定していない時期の宣言です。その後の純損益を確認します。2000年は約14億1000万ドルの損失。2001年は約5億7000万ドル。2002年は約1億5000万ドルの損失でした。しかし、2003年は約3500万ドルの通期純利益です。アマゾンは20年間利益を出さなかったという説明は正確ではありません。では、何が戦略だったのでしょうか？答えを赤字でも我慢したにすると危険な教訓になります。重要なのは損失の長さではありません。その資金と時間で将来の対応速度を高める能力が積み上がったのか。アマゾンが先に作ろうとしたのは競争が激しくなっても選び動ける位置でした。今回は1997年の株主との約束。プライムと AWS へつながる能力、そして長期投資を正当化する条件を分けてみます。古典の第4形、イーツ大老は何もしないで待つ話ではありません。準備した側が戦う時間と場所を選ぶ構造です。1997年の初刊で Amazon が重視した指標は目先の利益だけではありませんでした。顧客と売上の成長、顧客が繰り返し購入する度合い、ブランドの強さです。そして顧客基盤、ブランド、インフラへ積極的に投資すると説明しました。長期主義は時間が解決してくれるという祈りではなく、何を図り、何へ資金を移すかという株主との契約でした。同じ書簡は、この戦略には大きな投資と確実な実行が必要だとも認めています。成功確率がある分野では大胆に投資する一方、効果を分析し、十分なリターンを生まない計画は止める。つまり、長期投資は無期限の赤字を許す免許ではありません。投資対象、検証指標、撤退判断が一組になって初めて戦略になります。財務の推移にもその緊張があります。純損失は2000年の約14億1000万ドルから2001年、2002年と縮小し、2003年には通期黒字へ転じました。売上は同じ2003年に約52億6000万ドルです。利益率が高かったわけではありません。しかし、投資を続けるには資本市場だけでなく、事業自身が資金を生む方向へ進む必要があります。2005年、アマゾンはプライムを始めました。開始時の中心は100万点を超える商品を対象にした無料の2日配送です。これは単なる値引きではありません。会員へ繰り返し同じ配送条件を約束するには、在庫配置、倉庫、輸送、需要予測、ソフトウェアが連動しなければなりません。顧客との約束が物流能力を継続的に鍛える仕組みになります。翌2006年、Amazon はストレージサービスの S3 を開始しました。公式発表は Amazon 自身の世界的なサイトを動かすために使う拡張性と信頼性を備えたインフラを外部の開発者も利用できると説明しています。社内のために作った能力が別の顧客にも提供できる事業へ変わりました。ここまでで積み上がったものを整理します。繰り返し購入する顧客との関係。配送の約束を支える物流とソフトウェア。需要に合わせて拡張できる技術基盤。これらは一つの商品にしか使えない設備ではありません。複数のサービスへ転用でき、次の機会が来た時にゼロから作り直す時間を減らす。再利用可能な能力です。ここで境界を置きます。Amazon は20年間無利益だったわけではありません。赤字のすべてが計画通りだったとも言えません。そして
特定の小売企業を疲弊させ、破産させる目的で投資したという証拠もありません。プライムや AWS も競合へ隠した秘密兵器として説明しません。確認できるのは長期方針と実際に外部へ提供された能力です。いいつ大老のいつは休んで何もしないという意味ではありません。先に有利な位置を取り、兵を整え、相手が動いて疲れた時にも対応できる状態です。36系の暗号は、後から戦場へ急ぐ側ではなく、先に位置を占めて待つ側の優位を解きます。その例として挙げられるのが、李牧の岩門防衛です。史記が伝える戦国時代の話です。趙の将軍李牧は、二辺の岩門で、強土の襲来に備えました。目的は国境の民と軍を守ること。しかし、敵を追えば、相手が選んだ広い戦場へ引き出されます。李牧は、駆者を訓練し、本家と偵察を整え、兵を厚く失しながら、襲来時は守備へ入って戦いませんでした。数年経っても戦わない将軍は、敵からも味方からも臆病と呼ばれ、ついに交代させられます。後任が出戦を重ねると損失が続き、国境では農耕も牧畜も難しくなりました。趙王は李牧を呼び戻します。李牧は以前と同じ方針を条件に復帰し、再び訓練と準備を続けました。そして機が熟すと、家畜と人を野に出し、小さな侵入には敗れたように退きます。教祖の主力が深く入ったところで、準備していた左右の部隊が包み、大破しました。史記は、その後10年以上、教祖が趙の辺境へ近づかなかったと退きます。七位不戦は無活動ではなく、一度の戦いを選ぶための準備でした。整えた側が遠くから来て疲れた側を待つ。これが、言い伝え論です。ただしその結果の裏には、交代期の国境被害と戦場で失われた多くの命があります。李牧の戦争とアマゾンの事業を同一視はしません。アマゾンが競合を疲れさせるためにこの経営を使った証拠もありません。比較するのは長い準備が時間軸の選択と対応余力を作る点だけです。李牧は訓練、警戒、守備線を整えました。アマゾンは顧客、ブランド、物流、技術へ投資しました。どちらも待つ前に何を作ったかが確信です。長期の判断するときは4つ確認してください。第1に将来も再利用できる能力が増えているか。第2に顧客、反復利用、速度、単位コストなど検証指標があるか。第3に資金が尽きる前の期限と停止条件があるか。第4に、その時間軸を株主、取締役、従業員と共有できているかです。条件のない証は人知ではなく消耗です。あなたの会社にとって競争が激しくなる前に作るべき待てる人知は何でしょうか？顧客との継続関係ですか？供給網ですか？データ、技術基盤、それとも長期投資を支える資金と合意でしょうか？待つ力は時間ではなく準備から生まれます。それが現代の言い伝え論を読む出発点です。